ピンクで茶色を適当に。はい、皆様ご視聴ありがとうございます。ネイリストのコエンです。本日はこのチビ爪、結構短めの地爪なんですけれども、こちらにジェルネイル塗っていきたいと思います。チビ爪の方の参考になればと思っております。で、今日はね、ここに塗るデザインはもう右手に塗ってあります。こんな感じ。このね、完成図のようにするにはどうしたらいいのかっていうのを使用ジェルをご紹介しながら塗っていこうと思っています。簡単に言うと、ベースにピンクベージュ系の色を塗ってから4色ぐらい色を塗ってます。で、ちょっと今回久しぶりに大きめのパーツをつけたかったので、親指だけポイントでつけました。で、こんな感じで塗っていきます。で、今地爪の方は形を、整えて甘皮周りをきれいにして、お爪の表面を目の粗いファイルでザラザラにしてあります。で、お爪のね、ホコリとかダスト、油分を拭き取った状態です。で、そこに OPI のボンド8ですね、pH 調整剤っていうお爪のね、洗浄料って書いてますけれども、こちら油分と水分のバランスを整えるものを塗ります。これはお爪の表面だけに塗るようにして、皮膚にはつけないようにしましょうね。この断面、エッジっていうんですけどね、この断面も忘れずに塗るようにしましょう。ね、ここもしっかり塗ることで持ちが良くなります。で、結構ね、短くてもうほんとこのお肉よりも短いので、塗る場合はグッと押さえて、ここをね露出して断面を塗るようにします。はい、今回使うのはまずベースジェル、いつものようにジェルグラフのソリッドベースです。で、使うカラーはね、こんな感じ、5色ぐらい使います。ココイストの4色とベラフォーマって書いてるけど、ベトロですね。今のベトロの228。もしかしてこの中にもうね、古いジェルが結構あるんで、廃盤のものあるかもしれないですけれども、その場合はちょっと似たもので代用していただければと思います。ではまずこのソリッドベースジェルを塗っていきます。ちなみに私はね、爪が小さいので、こういう小さい爪を塗るときにすごく塗りやすいのがこのバイオスカルプチャージェルっていうののシャープ4フラットですね。このジェルブラシが一番小さい爪にフィットして塗りやすいかなっていう感じです。で、いつも私の塗り方は2度塗り、ベースジェルも2度塗りするんですけど、1度目は薄く塗ってから2度目でちょっと厚みとかを出すっていう感じですね。厚みとかを出してお爪の凸凹を修正するっていう感じで塗っています。1度目は本当に薄く膜を張らせるぐらいの厚みで塗ってます。これね、一度塗りする時に、1度目の時にしっかりとこのギュッとお肉を下げてね、このエッジの部分もしっかりと塗っておいてください。ギューッとお肉を下げて塗る。で、これでライトで一旦固めます。1度目を塗り終わってライトで固めましたので、2度塗り目はちょっと多めにジェルを取って厚みを出します。ちょっと多すぎたかな。私のこの爪には多すぎたかな。で、お爪の表面が滑らかになるような感じでちょっと伸ばしつつ、はい、今ベースジェルを塗ってライトで固めましたね。チュルンとしてこれだけでもすっごく綺麗ですね。はい、ということで次はね、ここにピンク色の結構ヌーディー系のピンクを薄く塗っていこうと思います。そのベースに使うのはココイストの E の116番です。これをもう全部の爪に薄く2回ぐらい塗ろうと思います。1回でね、十分色が
ムラなく塗れる方は1回でもいいと思うんですけど、結構白っぽいカラーが強いのでムラになっちゃうよという方は2回しっかり塗ってください。本当にもう薄く薄く、この時も先端ですね、エッジしっかり塗るようにしてください。こんな感じ。今ね一度塗りでこんな感じです。まあね、ちょっとムラになりやすいカラーなんですけど、この上にこういうね柄をつけるので多少ムラになってももう OK です。ここはざっくり塗っちゃいましょう。ネイリストって結構ねロングネイルっていうイメージでしょうけども、私はロングネイルも散々やったんですよね、昔。本当にフォームマックスっていうね、スカルプチャー全盛期の時代によくロングネイルしてたので、スカルプチャーアクリルパウダーとねリキッドを混ぜて爪を作るネイルだったんですけれども、フォームマックスっていうね長さでよくやってたんですけれども、もうね今短い爪に1回しちゃうと戻れない。またねあと何回かはね人生でロングネイルやりたいなと思ってるんですけど、結構パソコンでねキーボードをパチパチすることが多いので邪魔なんですよね。あれ打てなくはないんだけど、だからねちょっと躊躇しますね、ロングネイル。でまた久しぶりにねこういう話をしてたらやりたいなとは思いますけれども。はい、今一度塗りしたところです。結構綺麗に塗れたかな。すごくヌーディーなピンクです。今2度塗り目が終わりましたので、次はデザイン、こういう感じのねまだら模様のデザインつけていこうと思います。で使うのはこの4色ですね。ベトロの228とココイストの E70、 同じくココイストの E136 と E の17、ピンクとグリーンですね、ちょっと透明感のあるグリーンと茶色とブルーです。この4色を使うんですけれども、もう右手をね塗った時にこういう風にパレットに出して適当に筆になじませながら塗っていったので、もうちょっと足して色を作っておきます。こういったパレットに出しておくと何回も取ってつけて塗るっていう時にこう色がね混ざらなくてジェルをきれいに使い続けることができるので、私は比較的こういったパレットに出して塗ることが多いです。ジェルもね開けっぱなしにしておくとコテコテに固まってドロドロになっちゃうので、こまめに私は蓋を閉めます。でこういうデザインを作る時にぬるぬるっとぼかしたいんですね、カラーを。そういう時に使うのがこういったメルティージェルのクリアジェルですね。なんといってもこれはプロ用の、お店で売ってるんですけど安いんですよね。でちょっとすっごいラメ専用ジェルにしてるのでラメがそこに溜まってるんですけど、こういったぬるぬるっとしたい時にも使います。まずですね、だいたいピンクを取ることが多いかな。先にピンクを適当に角と腕にこうやって取って、できれば、同じように均等にバランスよくない方がいいです、この時は。でもこの乗せる時にチュチュチュっと押さえて乗せます。で筆を一旦クリアに拭いてから次に茶色あたりいこうかな。茶色を筆にまたこうやって取ってしっかりなじませてから、茶色は結構ね存在感が大きいので角とかね少量でいいです。またこれも後でぼかすので薄めにのせておきます。で同じくブルーですね。ブルーももう空いてるところに簡単に
塗るっていう感じでいいと思います。グリーンを塗る前にまずこの色をクリアジェルを少し筆につけて上に重ねながらどんどん叩くような感じで輪郭を叩きながらぼかします。で茶色とかだと結構濃いめなので、もう上からなぞっても大丈夫かな。もうこの時点でいい感じにおわんとなってますよね。ここまでなったら今度グリーンをちょっと取ってほんと少しでいいです。これぐらい、ほんの少しで、これなんで最後に塗ったかって言ったら結構透け感があるので、最後にちょっとのせるぐらいでちょうどいいバランスかなと思います。こんな感じです。これでライトに入れます。これを5本の指で繰り返してこんな感じにしていきますね。で親指はまあ最初の1本だし、横向きに爪が向いてるから固める時にね1本で固めるけど、あとの4本はまあもうピンクを今筆に取ったらピンクピンクってこうもうザッ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 どん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 塗っていっていいです。結構ね大胆に塗っても大丈夫だと思います。爪が小さくて良かったことがね、こういうアートがちょっと塗れば完成するので楽ですよ。はい、で筆を一旦きれいにしたら次は茶色ですね。茶色を適当に、濃いね、この茶色はすごく濃いですね。かぶっちゃったバランスが、まあいっか。後でもねクリアジェルでぼかすんですけど、こまめにこうやってぼかしておくと後で作業する時も比較的楽かなと思います。次にブルーを取って塗ります。なるべくかぶらないように、同じ模様ができないようにと思って今塗っていますが、結構ねバランスって難しいですよね。ここまで来たらまたグリーンを塗る前に一旦クリアジェルを筆に取って表面に塗りながらぼかしていきます。意外とこの作業が一番難しいかな。なんかクリアジェルを塗りすぎると色がもうなくなったりするので意外と難しいかな、バランスが。はい、こんな感じで、触りすぎても消えちゃうのでこれぐらいにします。で最後にグリーンですね。こんな感じで結構早かった、塗り出したらね。でライトで固めます。はい、こんな感じでベースのデザインができたので、次にねちょっとだけここにやっぱりキラキラが欲しいので、このいつも塗ってるプレストのねラメ塗っていこうと思います。これはねプレストグリッターのトリオ T1 っていうやつです。もう超お気に入りで、もうこいつは私の人生で何代目かわかんないぐらい買い直してます。で、ジェルをクリアジェルをね、さっきのこのクリアジェルね、これを今筆に取ったので薄くちょいちょいちょいと塗っておきます。のり代わりのクリアジェルがついてるので、そこにこのプレストのねラメを塗ります。塗るっていうかもう本当にちょっとだけキラキラっと置くぐらい、本当に少しでいいです。
もうこのデザインがいいという方はね、もちろん載せなくてもいいけど、ちょっとキラッとしてたら私はテンションが上がるタイプなので、少しだけでもいつもラメをのせます。皆様のテンションの上がるような感じに仕上げていただいたらいいかなと思います。はい、ちょっとだけキラキラしてテンションを上げるためにキラキラしましたね。じゃあライトでこれも固めておきます。もうここまで来たら、あとはこのキラキラを両方の爪にのせようかなと思います。ラメもつけて出来上がったので、あとはねこのパーツを同じ位置につけようかなと思います。このブリオンパーツっていうやつをつけようと思います。これは見えるかな、ピアドラブリオンっていうやつですね。ピアドラブリオンパーツ 6×4mm のゴールド 10P って書いてますね。ピアドラっていうメーカーの楕円形のブリオンパーツですね。これを一つね、ここにちょっと大きめのものを今日はのせたい気分でございます。あとはこのまん丸パール、これをのせたい気分なので、これね半円じゃないんですよ。どこからどう見ても球体なんですね。これは、球体をここに入れようと思います。あとはラインストーンですね。それをのせます。確かシルクの SS12 を入れたと思うので、同じように SS12 を入れます。ちょっとシルクってピンクっぽい感じなんですね。気分的にねピンクっぽい感じに仕上げたかったから、こういう感じで3つ入れようと思います。パーツを留める時に使うのはノンワイプデザインジェルリッチですね。ちょっと粘土があるのでパーツとかを留めるのにとっても重宝しています。でもダボーンとつけちゃって、ダボダボにしちゃってから、こうやってのせるとずれにくいしね、粘土があるからとってもいいです。で、私はねめんどくさいんで、ここにどうしてもトップジェルをコーティングを入れ込みたいので、ちょっとその余裕をもう最初に開けておきます。で、まずシルクですね。シルクをドボンで、クリアですね。クリアもドボンして、で最後にまん丸パール、はい、こんな感じで固めたいと思います。バランスもなんとなく見てライトで固めます。で、どうしてもねこの4本の指に私デコボコのせるの嫌いで、つるんと仕上げしたいのでちょっと寂しいかもしれないですけれども、これでコーティングしたいと思います。もちろんねこの4本にこういったアート載せても全然大丈夫だと思いますので、寂しい方は載せてみてください。これで固まってもう取れないですね。最後コーティングはこちらのアイニティのノンワイプシャイニートップ。これねノンワイプタイプなので拭き取りが不要なものでツヤが結構いいので、これでコーティング最近ハマっております。で、親指からコーティングしていきます。固まりましたので完成しました。じゃーん。今回は両手でこんな感じ、親指にだけねちょっと大きめのパーツをつけてポイントを作りました。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。お爪が小さい方や長いネイルができない方の参考になればと思っております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。